皆さんこんにちは、おりょうです。私は普段、YouTube とか、ブログで HSP の旅行術と推し活について発信をしています。この度、スタンド FM で、音声配信を始めてみました。どうぞよろしくお願いします。今回は一番最初の放送ということで、私の自己紹介をしたいと思います。まず私はですね、アラサーの女性で、HSP です。で HSP っていうのは英語のハイリーセンシティブパーソンの頭文字を取ったもので、日本語で直訳すると繊細な気質を持った人という意味になります。HSP っていう言葉は、ここ数年で日本でもよく知られるようになったんじゃないでしょうか。ちなみに HSP は人口で言うと、20% ぐらいはいるそうです。で、私は感覚過敏もあって、眩しさをですね、感じやすかったりとか、音がうるさく感じたり、肌触りの悪い服を、着れなかったりしますね。で、趣味は旅行に行くことで、国内旅行は、数ヶ月に1回ぐらいの頻度で、行って、海外旅行は、コロナが流行する前でしたら、1年に1回ぐらいの頻度で行ってました。で、一時期ちょっと旅行会社に就職したいなっていうふうに思ってて、一応ですね、旅行に関する国家資格を、2つ持ってます。で、大学生の時に、旅行会社とですね、観光協会にインターンシップに行ったんですけれども、なんかちょっと自分には違うなとか、ちょっと合わないなっていうふうに思ったので、結局は、旅行業界には就職せずに、総務人事の仕事を、数年間しました。ただですね、職場のストレスでちょっと体調を崩してしまって、感覚過敏もですね、発症してしまって、約2年間ほど、仕事を、お休みしてました。で、もう体調も悪いし、感覚過敏がもうすごくひどくて、外出できないっていう風になってしまってて、もう、引きこもりになってましたね。で、その仕事を休んでる間に、病院に通って、体調不良の原因をいろいろ調べたら、HSP というふうに診断されました。で、その間、家にずっと引きこもっていて、もう仕事もしてないし、もうどうしようかなっていうふうに思ってたんですけれども、私がですね、ずっと応援していた、推しのグループがいたんですけれども、そのグループが、活動休止するっていうふうに発表しまして、もう活動休止前の、最後のコンサートツアーをしますよっていうふうに告知があったんですね。で、もうそのニュースを聞いた時にもう絶対に見に行きたいっていうふうにもう思って、すぐにコンサートのチケットを申し込みして、もう飛行機の予約取ったり、もうホテルの予約も、取ったりしました。引きこもりとはちょっと思えない行動力が、推しのおかげですごい湧いてきたんですね。でも、コンサートに行くのに、そもそもちょっと体調が安定してないし、引きこもりで、常に運動不足なんで、もう体力が持たないとか、人混みがちょっと辛いなっていう風に、ちょっといろいろ問題はありました。なので、HSP で、感覚過敏があって、引きこもりでも、その推し活の旅行に出るためには、事前にですね、対策をすごいしっかり取らないといけないんだなっていう風にその時に気づきました。なので、コンサートの日程が発表されてから、もうコンサートに行くまで、体調を安定させる方法を試したりとか、体力づくりのためにですね、家の中で運動をしました。なんかエアロビみたいなのを踊ってみたりとか、なんかトランポリン飛んでみたり、ラジオ体操したりとかいろいろしましたね。で、あとは、コンサート会場とか移動のストレスで、体調を崩さないようにですね、体調不良のグッズとか、旅行の心配事を、徹底的にですね、調べて準備することで、精神的な不安っていうのも、取り除くように、しました。で、家からすごく遠いコンサート会場だったんですけれども、ちゃんと行って、コンサート見ることができてですね、推しの姿を見たらもうすごい元気が湧いてきました。で、私は音に敏感なんですけれども、その自分の好きな音楽だったら聴けるので、耳栓をしてですね、コンサート会場にいました。
それでもまあやっぱ爆音でちょっとうるさかったんですけど、やっぱ最後、活動休止前最後のまあコンサートを見れてですね、私の中ではもう本当大満足でした。で、その推し活の旅行のおかげで、まあ私の中ではすごい一歩外に踏み出せたんじゃないかなと思って、すごいいいきっかけになりました。で、その後、まあこの経験をですね、もう昔の私と同じような状態の人、まあ例えば HSP の人だったりとか、感覚過敏のある人とか、引きこもりの人にまあ伝えたいなっていうふうに思ってネットで発信したら、まあなんか役に立つかもしれないっていうふうに思うようになったんですね。で、HSP の人とか、感覚過敏のある人とか、引きこもりの人ってなかなかリアルで知り合うことはないと思うんですよね。まあ、そもそも大体そういう方家にいらっしゃることが多いので、まあ、出会う機会ないと思うんですね。で、そういった方向けの、まあ、旅行とか推し活情報も、まあ、昔そのネットで調べてもあんまなかったので、じゃあ私の経験を通して何かこう発信したら、こう、そういった方に何か参考になることが、まあ、ちょっとでもあるかもしれないなと思って発信したいと思ってます。私の詳しいプロフィールについて、まあ、もっと知りたいなという方がいらっしゃいましたらですね、概要欄にホームページのね、私のホームページのプロフィールのリンクを貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。